いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は冬メバリングを解説していきます。冬は釣り物が少なくなる時期にもなりますが、たとえどんなに寒くても釣りがしたい皆さんですよね。メバルはそんな冬が絶好の時期になります。それではいつものように結論から見ていきましょう。ボトムは抱卵個体。表層は1歳から2歳。産卵時期は表層狙い。終盤は適水温を求めて、身近な海で釣れる。コメント欄で冬メバルの思い出やおすすめルアーなども募集しております。この動画が冬メバルの情報交換の場としてご活用いただけましたら嬉しいです。メバル最高とか釣れませんなどの一言でも大丈夫です。ということで本日の目次です。冬メバルの特徴。冬メバルの生息範囲。冬メバル前半の狙い方。冬メバル後半の狙い方。冬メバルの場所選び5選。この5つについて解説していきます。動画の最後には特典パートとしてメバルの美味しい食べ方をご紹介いたしますので、最後までご覧いただけたら幸いです。まず本編に入る前にメバルについて少しだけ触れておきましょう。メバルは12月になるとスポーニングといって産卵の時期に入り、2月頃まで続きます。また、この時期の水温がメバルの適水温にもなってくるため、比較的簡単に釣れるようになってくるわけです。しかし、簡単に釣れるといっても、いくつかポイントがありますので、一緒に確認していきましょう。メバルについては、こちらの動画でも解説していますので、ぜひご覧ください。それでは本編に入ります。はじめに冬メバルの特徴について解説していきます。まずは小さなメバルと抱卵個体の釣り分けについて詳しく見ていきましょう。メバルの活性が上がる夜をベースとして進めていきます。12月に入るとメバルは産卵を意識した行動に入り、2月頃まで続くと冒頭で触れましたね。産卵は基本的に藻が茂っていて、駆け上がりなどのブレイクが近くにあるポイントで行われるようです。一般的にメバルは3歳で成熟し、その大きさは15センチメートル程度と言われています。つまり成熟したある程度のサイズのメバルは産卵のため深い藻場に集まるというわけです。次に冬メバルの生息範囲について解説します。先ほど解説したように比較的大きめのメバルはボトムに移動し、ほとんど見かけなくなります。すべてのメバルがボトムに移動してしまうのでしょうか？実はそうではありません。冬といえども表層には月や常夜灯などの明かりにプランクトンや小さなベイトが集まってきます。そこでまだ産卵が絡まない1歳から2歳の成熟していないメバルがその餌を求めて集まってくるわけです。皆さんも若かりし頃に食べ盛りの時期はありましたよね。そのためこの時期はよく釣れるけど、生後1歳から2歳の12センチメートルほどのメバルになるということですね。次に冬メバル前半の狙い方について解説していきます。冬メバリングではボトム付近の大物を狙いたいところではありますが、抱卵個体が釣れてしまう恐れがあります。型は小さくなりますが、資源保護のためにも1歳から2歳のメバルが多くいる表層付近で楽しんでいただけましたら幸いです。メバルは産卵から成熟するまで3年かかります。そこから20センチメートル程度に成長するまでさらに2年。生まれてからトータルで5年はかかるわけです。我々もいきなり大きくなる人なんていませんよね。成長速度が比較的遅い魚になりますので、メバリングを進めておきながらなんですが、抱卵個体のキープはほどほどにお願いいたします。次に冬メバル後半の狙い方について解説していきます。先ほど表層に集まるベイトの話をしましたが、それでも2月頃の終盤ともなると、海水温の低下で表層でもメバルの数が少なくなってきます。そんな時は温排水など
少しでも水温の高いポイントを探すことでメバルに出会える確率が上がるはずです。冬から春にかけてメバルの最盛期ですが、釣れない時間帯もあります。そんな厳しい中でも釣果を出せるヒントがここにあります。ぜひ一緒に合わせてご覧ください。そして重ね重ねのお願いにはなりますが、メバリングをこれからの世代につなげていくためにも、抱卵個体のリリースなど資源保護にご協力よろしくお願いいたします。それでは最後に冬メバルの場所選び5選について解説していきます。ポイントを制するものはメバリングを制すると言ってもいいほど、場所の選定はとても重要です。メバリングに特化した釣れる代表的なポイントを5つご紹介いたします。1つ目は常夜灯です。メバリングのポイントで真っ先に思い浮かぶのが漁港や堤防などの常夜灯周りだと思います。ではなぜ常夜灯周りがメバリングに適しているかというと、そこでは食物連鎖が行われているからです。先ほども触れましたが、常夜灯が海面を照らすことで植物プランクトンが集まり、それを捕食するために動物プランクトンが集まります。そしてそのプランクトンを求めて小魚が集まり、小魚を餌とするメバルも集まってくるというわけです。我々も食物連鎖の一員ですから、常夜灯の周りに集まるということですね。2つ目に敷石を解説していきます。人工的な石が敷き詰められている敷石もメバリングには最適です。なぜなら身を潜める隙間がたくさんあるからです。人も隙間とか端っことか大好きですよね。さらに敷石は辺り一面幅広く作られていることが多いので、メバルの魚影が濃い場所と言えるわけです。そのため一箇所を集中的に狙うよりも広く探っていくことをお勧めします。しかしここで一つ注意点。それは敷石周りは水深が浅いポイントが多く根がかりしやすいということです。そのため慣れるまではワームをあまり沈めず、表層から表層直下程度までのレンジを探った方がいいでしょう。メバルは下から上を見ていることが多く、また大きな目の視野や視力は他の魚よりも優れていると言われています。そのため多少ルアーまでの距離があったとしても、すごい勢いで食い上げてくることもあるので、表層付近をうまく狙ってみましょう。3つ目に藻場を見ていきます。海藻が生い茂っているような場所はメバリングに最適な場所です。海藻にはメバルの餌となるベイトがたくさん集まります。そのベイトを捕食するためにたくさんのメバルが居ついているということですね。4つ目にゴロタハマを見ていきます。型狙いとしておすすめのポイントは、大小の岩がゴロゴロと転がっているゴロタハマです。水深が1メートルに満たないような場所であっても、魚影の濃い場所が多くあります。それはゴロタとゴロタの隙間が隠れ家となって、波や外敵から身を守ってくれるからです。さらにゴロタハマには風や波によりたくさんのベイトや甲殻類などの餌が押し寄せられます。皆さんも食べに行くより Uber Eats を頼んだ方が楽ですよね。つまりメバルからしてみると、ゴロタハマは隠れながら効率よく餌を捕食できるポイントになっているということです。5つ目はテトラ帯です。積み上げられた消波ブロックが並ぶテトラ帯は、メバリングを楽しむ場所の中で上位に入る絶好のポイントと言えます。積み重ねられたテトラは隙間がとても多く、メバルの格好の隠れ家となるわけです。よってメバルの量も他の場所に比べて圧倒的に多くなります。ですが、テトラの隙間を見たことがある人はわかると思いますが、めちゃくちゃ怖いですよね。特に暗い時間帯は多くの危険が伴ってしまうため、安全装備はもちろん、できれば単独行動は避けましょう。それでは今回のまとめです。12月は産卵時期のため、抱卵個体が深場に集まります。逆に表層には比較的小型のメバルがプランクトンなどを求めて集まるということでしたね。これらの冬メバルを釣るためには次の5つのポイントがおすすめです。
1つ目がプランクトンやベイトなどの食物連鎖が常に行われている常夜灯周り。2つ目がメバルの隠れ家がたくさんある敷石。3つ目が餌となるベイトが集まる藻場。4つ目がサイズアップを狙えるゴロタ浜。5つ目がメバルのストック量が圧倒的に多いテトラタイ。そして2月頃の冬メバリング終盤は温排水など少しでも水温の高いポイントを探すことで良い釣果に巡り合えるのではないでしょうか。それでは特典パートです。ここではメバルのおすすめの食べ方を2つ紹介していきます。まず1つ目は定番と言っていいでしょう。それは煮付けです。メバルは根魚のように身がしっかりとしていて旨味が強い魚です。そのため甘辛く煮付けたメバルはご飯が止まりません。そして2つ目は個人的に大好きなのが唐揚げです。背びれの両側から中骨に向かって切り込みを入れてじっくりと火を入れることがポイントで、カリッとふわが同時に楽しめます。他の食べ方についてもぜひコメント欄で教えていただければと思います。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。